ミルトンチャンネルです。今日は北海道の東野付岬に行ってきました。その映像がこちら。この岬、北方領土のロシアがすぐそばにある気温の低い半島なんですが、この映像のようにアフリカのサバンナを走るインパラの群れのような不思議な光景を見れてめっちゃ感動しました。先日の札幌でのレコーディングの仕事を終え、どうしても釣りがしたくて北海道の東に向かいました。目指したのは札幌から約240キロ、車で4時間半の滝上町という道東の町。この町には北海道で大きなニジマスが釣れると噂の斜骨川があり、 YouTube でもよく取り上げられる超有名な川になっています。今回はこの斜骨川で日の出から釣りをして大物を狙う予定です。はい、時刻は3時5分、旭川紋別道まで来ました。ここは通行無料の高速道路のようで、ここを使って滝上町に向かいたいと思います。本当は日の出とともに釣りをする予定だったのですが、ゆっくり運転してしまったので朝になってしまいました。北海道の東側は深夜早朝帯は車もほとんど通らず、静かでとても美しいです。朝一の釣りには出遅れましたが、朝から綺麗な景色を堪能できてかなり得した気分です。斜骨川に着いたので早速釣りの準備をします。北海道の渓流釣りは森の中を移動することもあるので、装備がとても大切です。まずウェーダーという長靴のお化けのような胴長を着ます。虫刺されしないように暑くても長袖のウィンドブレーカーで肌を保護します。そしてこれが最も大切ですが、念のため熊よけの鈴2つと熊よけスプレーも持ちました。実はこの熊よけスプレーは私が買い忘れていたので、先日 HBC の仕事をご紹介いただいた飛沢さんにお借りしました。この熊よけスプレーは唐辛子の成分であるカプサイシンがとてもたくさん入っていて、催涙スプレーのような効果があります。初めての斜骨川ですが釣りをしてみます。前日までの雨の影響で少し濁りはありますが、釣れそうな雰囲気です。今回私はフライフィッシングに挑戦をします。フライフィッシングとは糸の重さで毛針を遠くまで投げる釣り方で、コロナ前に3回ほどこの釣り方をやって、今までに20匹ほどニジマスやヤマメ、アメマスを釣ったことがあるので、今回も釣れることを期待しています。なかなか釣れてくれませんが、渓流釣りは足で稼ぐと教わり、川沿いを歩き回って釣っています。また心配されるヒグマとの遭遇ですが、クマに突然出会わないよう細心の注意を払って、移動する際は鈴を大げさめに鳴らしながら移動しています。ちなみに余談ですが、北海道のヒグマとの遭遇での死亡事故は年間4人、負傷数は8人。これは北海道での交通死亡事故が年間115人、負傷が9785人と比べると比較することではないかもしれないですが、ヒグマでの事故は交通事故よりかなり確率が低いようです。この事実を知ったので、私はヒグマを過度に恐れるのをやめ、ヒグマに遭遇しないクマ鈴と毎日クマに会った時に対処できるクマスプレーで対策することにしました。一回竿を置いて、よし、虫が原野だから結構入れた。なんか釣れそうなとこに来ました。釣れてくれるといいんだけど、ここで釣ってみます。はい、熊よけの鈴も2つつけていて、熊撃退スプレーもお借りしてたんですけども、魚は残念ながら釣れませんでした。ちなみに今回釣れなかったことを札幌の知人に伝えると、なんとその方の休みの日に富良野でよく釣れる川に連れて行ってもらえることになりました。その方との待ち合わせは富良野でお昼過ぎに集合なので、私は近くの美瑛町に夜走りで前乗りします。私が北海道での夜走りが好きな理由がいくつかあって、北海道の夜の道はこの左側の緑の点滅している LED ライトのように比較的明るくて運転しやすいです。
この点滅している緑のライトは雪が降った際に路側帯を示すための標識なんですが、北海道の道は冬場だけではなく夏場にもこのライトがついているようです。また現在夜の8時20分なんですが、ご覧のように空がまだうっすら明るくて、こういったところも本州との違いを感じます。時刻は8時40分。昨夜はちょっと疲れていたので動画を回せず寝てしまったんですが、今美瑛町に来ていて、外はこんな感じのめちゃくちゃ綺麗なところです。で、ここは道の駅美瑛というところで、すごく整備されたような感じの森の中にある道の駅です。で、美瑛町は結構寒かったので、こんな感じで羽毛布団をかぶって寝ました。この美瑛町は北海道の中でも山の中にあるので、まだまだ結構夜は冷えます。なので羽毛布団を本当に持ってきといてよかったです。すごく快適に眠れました。これから最近話題の青い池というところに行きます。この道の駅から青い池までは車で3分程度で行けるので向かってみます。行ってみると池が本当に綺麗な青色をしています。青い池ソフト、これ美味しそうなんでこれを頼んでみます。青い池ソフトラムネ味、美味しい。この青い池は上流の白金温泉に含まれているアルミニウムが美瑛川の水と混ざってコロイド粒子ができ、太陽光がこのコロイド粒子とぶつかって波長の長い青い光が拡散されるために池が青く光っています。この池は夜間はライトアップされるようで、夜も神秘的な青い色になるそうです。青い池から待ち合わせ場所の富良野の空知川に向かいます。今日は先日のフライフィッシングではなくルアー釣りを試します。実は今日釣りを教わる石原さんはルアー釣りが得意な方で、北海道で釣れるルアーや仕掛けを前もって教えていただいてました。今回の北海道での釣りにあたって石原さんにおすすめされた釣り具やルアーを事前に買い揃えていました。釣り具を買いにアゼムというお店に来ました。マス釣り用のルアーを買いました。釣れるルアーはそこそこいい値段がします。ついでに竿も揃えます。この竿が120センチですごい短くて使いやすそうなので、北海道の車中泊旅中なんですが釣り竿を買いたいと思います。マスレンジャーという渓流釣りで藪の中を歩いても使いやすそうな竿を買いました。石原さんにおすすめされて買ったミノーというルアーで釣りをしています。来た釣れました。アメマスという魚ですね。20センチないぐらいですね。ちっちゃい。逃がします。石原さんに釣り方やルアーの動かし方を教わりました。そうなんですね。教えられた通り深いところをゆっくり引いてくるとすぐにヒットしました。来たすげえやっと釣れた。釣れた。ニジマスです。30センチはギリギリないぐらいかな。釣れました。やっと教えてもらったルアーで釣りました。ミノっていうルアーですね。1個1700円とかするんですけど、釣れてよかった。綺麗な虹の色です。さよなら。初心者の僕につきっきりで教えていただきました。はい。はい。来た。すいません、ありがとうございます。やったヤマメこれニジマスですか？ありがとうございます。いや。すいません、ありがとうございます。救っていただいてありがとうございます。一発じゃん。いや、ありがとうございます。さっきの大きいんじゃない？そうかもしれないですね。ちょっと沈めたらいいって教えていただいたんで、ありがとうございます。30ないですね。ここでね、30センチ。そうなんですね。ここからここまで。ここからなるほど。うん。これまた色が違いますね。なんかそうでしょ。これちょっと大きなけどね。これニジマス？これも。これもニジマス。そうなんですね。これぐらいだと大きいでしょギリギリ食べれる。そう。持ってく？いや、とりあえず大丈夫です今は。ありがとうございます。スピナーというルアーで今こういう感じのルアーです。
やった、釣れた。釣れる、めっちゃ釣れる。やったー。これもニジマスです。釣れたー、嬉しい。こういう風に川が少し深くなっていて水が流れ込んでいるところがよく釣れると教わりました。来た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 。あー、逃げた。逃げられた。釣れた。よし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 。今度はニジマスじゃないですね、これ。アメマスです。このスピナーっていうルアー釣れますね、すごく。よし、釣れた。やった。やった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 。釣れた。よかったー。すげえ嬉しい。25センチ。いやー、嬉しい。釣れたー。さあ、この魚はなんだ。うわー、逃げたー。釣れた釣れた。よいしょ。あー、小さい。アメマスです。綺麗ですね、このアメマス。アメマスはエゾイワナとも呼ばれ、イワナよりも冷水を好む魚です。釣れた。イエイ。あ、なんか違う魚。ウグイだ。多分ウグイだと思います。今回もスピナーというルアーです。はい、じゃあねー。釣れた。少し肩が良くなりました。アメマスです。23センチぐらいですね。さよなら。今回の旅でルアーもたくさん買い揃えました。ミノーという魚に似たルアーからスピナーというルアーに交換します。スピナーを使ってみます。この2種類が北海道の川でよく釣れるルアーだそうです。来た来た来たー。スピナーに変えて一発です。今まで何だったんだろうっていうぐらい釣れ始めました。それもこれも石原さんのおかげですね。本当にありがとうございます。北海道の川は釣り方さえ知っていれば初心者でも簡単に野生のマスが釣れます。来た来たー。来た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 。うほほほ。あ、結構でかい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 。うふふ。この曲がり方は尋常じゃない。やった。30センチ超えてる。多分丸々太ってる。美味しそうですね。まあでもちょっと今日はなんとなく逃がします。ただルアーを投げて巻いてくるだけですが、この後も天然のニジマスが釣れ続けます。来た来たー。やったー。もう入れ食いだ。これはなんだ。これ見たことないやつです。またニジマスかな。ちょっとちっちゃいですけどニジマスっぽいですね。首にかける GoPro のネックホルダーが折れてしまいました。ちょっとこれ取れるかな。ちゃんとここのウェーダーのこの部分に入れて取りたいと思います。富良野の空知川は短めの竿と1つ1000円前後のルアーを揃えれば投げて巻いてくるだけで面白いように天然のニジマスやアメマスが釣れます。来た来たー。やったー。入れ食いだ。あれ、今度はウグイですね。ウグイだ。来た来た。あー、バレたー。来た来たー。やったー。ほんとめっちゃ釣れんな。やべ。あー、ちょっとちっちゃいですけどニジマスですね。はい、じゃあねー。来たー。また来たー。釣れる。うおー、めっちゃ釣れる。もう入れ食いだ。釣り堀状態だ。これもニジマスですね。じゃあねー。うわ、来た。あー、今当たったのに。北海道の川はやばいですね。時刻は19時40分。空もかなり暗くなってきたので、これで釣りを終了したいと思います。いやー、でも今日ほんと釣れてよかったです。石原さんは先に帰られちゃったんですけど、富良野のこの川に連れてきていただいて本当に嬉しいです。これからお風呂に行きたいと思います。それで私道東方面に向かおうと思ってますので、富良野から87キロ道東の方に向かったオリベリ温泉というところに行きたいと思います。オベリベリ温泉水公園。閉店間際ギリギリでお風呂に到着しました。茶色い少しヌルヌルしたようなお湯でめっちゃ気持ちよかったです。温泉に1時間ぐらい使って体力を回復しました。これから夜走りで道東を目指します。はい、一応いつでも寝れるように布団をこのようにもう出してあって、万が一運転中に眠くなってもすぐ寝れるようにしてあります。体力的にはまだまだいけそうな感じだったので、
これから野付岬に行ってみます。野付岬は帯広から約200キロの北方領土の見える半島です。夜間走行はエゾシカやキタキツネ等の野生動物が出てくるので、車のスピードを控えめにして運転します。牛横断注意。今後ろ湿原道路という道路を走っています。うわ、鹿いっぱいいるよ。すごいいっぱいいる。サファリパーク状態で鹿とかキタキツネがいますね。はい、時刻は午前2時28分、ご覧のようにもう空が明るくなり始めています。これが6月の北海道、かなり明るくなってきてます。時刻は3時5分、もうご覧のように夜が明けてしまいました。3時5分には朝になってしまいます。6月の北海道の夜は8時から2時ぐらいまでしかないので、6時間ちょいしかないことになります。夜が短くて明るくないと遊べない遊びがたくさんできるので、すごく楽しいと思います。野付半島に到着しました。これは海です。野付半島は地図のように長年砂が堆積してできた砂州が広がっていて、その長さは28キロにも及びます。ちなみに湖のように見える部分は海になっています。また北方領土の国後島までも15キロ程度しかなく、天候次第でロシアも見ることができます。お、やば。わあ、すげえ。こんなに鹿がいる。すごっ。いやー、すごい。やばいな、ここ。海のすぐそばに鹿がいます。野付湾の海は湖のように見えます。すごっ。野付岬のエゾシカは人と良い形で共存しているように見えます。ちょうど日の出のタイミングでエゾシカの群れもたくさん移動していました。この時の野付半島の気温は6度。ダウンジャケットを着てないと外に出れないくらい寒いのですが、遠目で見るとエゾシカがサバンナを走るインパラの群れのように見えます。時刻は朝4時前。すっかり太陽も上がってしまって車中泊という感じでもないのですが、野付半島ネイチャーセンターの駐車場で仮眠を取ります。キタキツネ。現在の時刻9時5分。すっかり朝になってしまいました。この野付湾は素晴らしい自然が残っているようなので散策してみます。ちなみにこのネイチャーセンターの駐車場からは北方領土の島が見えます。この部分が今はロシアの領土となっている場所で、国後島という北方四島の一つです。距離的には15キロ程度しかないので、本当にすぐに渡れそうな距離です。こちらは野付湾。内海で海の深さも浅いのでとても穏やかです。今野付半島がここなんですが、国後島北方四島のうちの一つ、ここです。ここからここまで15キロ程度しかないです。今ちょうどここの駐車場にいるんですが、トドワラというところまで歩いていけるようなので、ここに歩いて行ってみます。このトドワラの中にはマダニがいるそうなので、サンダルじゃなくてスニーカーで行くことにします。トドワラはネイチャーセンターを出たちょうどこの辺りのことのようです。トドワラ遊歩道とはトドマツの枯れた木の遊歩道のようです。この野付半島はラムサール条約の登録湿地にもなっているようです。ラムサール条約は国際的な湿地保護に関する国際条約で、この野付半島の湿地帯も持続可能な利用ができるように環境維持されています。全然気候は違いますが、アフリカのサバンナみたいな雰囲気です。トラクターに乗って行く方法もあるようなんですが、徒歩で行ってみたいと思います。ここからは木道になっています。トドワラ。トドワラとはもともと野付半島にあった立ち枯れしたトドマツ林のことで、もうトドマツの木がほとんど残っていないようなんですが、うっすらこの辺りに
トドマツの残骸が残っていますが、本来はこのような形でトドマツが海の水によって立ち枯れしている状態をトドカラというそうです。この湿地帯はホッカイシマエビが取れることでも有名で、この辺りにアマモが多く群生していて、その中にホッカイシマエビがたくさんいるようです。ホッカイシマエビは野付名物だそうなので、後ほど食べに行きます。ネイチャーセンターそばの災害避難棟から国後島がよく見えるので上がってみます。この建物は災害時の避難建物なんですが、展望施設として使えるようなので入ってみます。国後島が見えます。ものすごく近い距離なので、ロシアとは思えないほど近い距離です。お腹が空いたのでホッカイシマエビを食べに行きます。これからホッカイシマエビを食べに行くのは、野付でも有名なお食事処白穂。シマエビラーメン、ホッカイシマエビラーメン、いただきます。そうですね。これから根室の先、野サップ岬に向かいます。野サップ岬は根室半島の最先端にあり、日本本土最東端の岬で、日本で一番早く朝日を見ることができるスポットです。また北方領土の歯舞群島貝殻島までは 3.7 キロの距離しかなく、ロシアの巡視船や監視塔も見られるそうです。本州最東端の岬、野サップ岬に来ました。ここからも歯舞群島、ロシアが見えます。ここに映っているのが歯舞群島です。それほど大きな島ではないようですが、北方四島の一つに数えられているようです。一応野鳥の観察小屋のようなものが無料で使えるようなので、ちょっと入ってみます。こんな感じですね。そしてこういう風に開けてみるんだと思うんですけど、やっぱそうですね。雨が降っていても一応ここから野鳥を観察したり、歯舞群島を見たりもできるようですね。だんだん日が暮れてきました。この段階で時刻は19時半。今日は根室駅の近くで夕食を食べたいので、根室方面へ急ぎます。野サップ岬から根室市街へは車で約30分程度。根室中心部でもお店が開いているのは9時ぐらいまでなので、少し急ぎます。到着したのが回転寿司の根室花丸本店に、有名なお店なのですごい楽しみです。狛江の三平汁、美味しい。こんなに大きい魚なんですね。ちっちゃいのかと思いました。ボロサーモン、筋子、ニシンの切り込み包み、縁側、しめ鯖、根室花丸筋子めっちゃ美味しかったです。また食べに来ます。夜10時までやっている銭湯に急ぎます。根室宝湯、昔ながらの銭湯で良かったです。根室のガソリンスタンド、セルフ岡本給油しました。このガソリンスタンドはエネオス系なんですが、付近のお店が1リッター168円ぐらいのガソリンだったんですが、このお店は表示価格よりも安く1リッター152円でガソリンを入れることができました。これは東京と比較しても比較的安い方だと思います。
根室から70キロほどのところにある厚岸に向かいます。今回は10日間という短い北海道の滞在期間で、なるべく昼の時間帯を遊びや観光に当てたいので、安全に気をつけて夜移動します。厚岸まではゆっくり走っても1時間半もあれば到着できるので、北海道での夜間走行が気に入っています。厚岸に来たのは新鮮な海の幸をゲットするため。道の駅厚岸で仮眠をして、朝一番で厚岸漁港直営の直売所に向かいます。厚岸 A うろこ。ここは漁の時に少し傷ついた魚が信じられないような安さで売っています。北海道産傷生マス1300円。こっちはちょっと傷が入ってるんですが、700円。傷のついていない銀鮭も980円で売られていました。干物の総八カレー158円。干物は一手間かかってるのに、この値段で売られているのが信じられません。サバカレー79円。あ、60円クリップがやば。生牡蠣も見たことのないような値段で売られています。生牡蠣丸エモン M サイズ160円、 L サイズ230円、 3L サイズ330円。この他にも新鮮な海鮮が好きな方なら厚岸にロングステイしたくなるほどのお値打ち価格です。店内のイートインスペースで牡蠣を食べられるので、店内でいただきます。3L を買ってみました。お店の中で電子レンジでチンすれば食べれるみたいなんで。ラップも備え付けられてます。牡蠣がちょっとでも開いたら食べ頃だそうです。牡蠣が少し開いたんで、これで大丈夫だと思います。いただきます。この大きさで330円ならかなり安いですね。美味しかったです。お土産物の冷凍品コーナーもかなり安いです。今回は釣りをする時用に急遽クマスプレーをお借りしたので、ここで買ったお土産をスプレー返却の時に渡そうと思います。冷凍庫に入れて持って帰りたいと思います。このお土産はクマスプレーを借りた方にお渡ししようと思います。こういう時に冷蔵庫があると便利です。冷蔵庫が問題なく動き始めました。今回は冷凍品なのでマイナス20度で持って帰りたいと思います。一応この内蔵バッテリーで今動かしてはいるんですけども、途中で電気が切れても嫌なので、この部分から電気を取って、このフォシボット F2400 から電源を取っています。現在の消費電力は 31W 程度。そして今ソーラーパネルにつないでるんですけども、 66W 発電していますので、全く問題なく使えますね。ソーラーパネルは車の上の天井のソーラーパネルを使っています。朝から厚岸で良い買い物ができたので移動します。これから向かうのは屈斜路湖。80キロ程度の道のりなので、ゆっくり走っても2時間程度あれば到着します。はい、屈斜路湖に到着しました。この湖は日本で最大のカルデラ湖で、東西26キロ、南北20キロのかなり大きな湖なんですが、昭和50年代にはクッシーと呼ばれる大型生物が目撃されたそうで、一時期有名になった湖でもあります。露天風呂を発見しました。屈斜路露天風呂。この露天風呂無料だそうです。こういった感じで湖を見ながら露天風呂が楽しめるようになっています。ここで皆さんにクイズです。この素晴らしい景色の屈斜路湖のある町、ちょっと特殊な読み方をする町なのですが、この町のこの漢字の名前、何と読むでしょうか？屈斜路湖周辺を散策してみます。無料の露天風呂をもう一つ発見しました。池の湯露天風呂。水着着用可で、石鹸やシャンプーの使用は禁止のようです。男性の更衣室はこんな感じになっています。お湯は比較的綺麗な気がします。ちょっと触ってみます。あったかいですね。
ちょうどいい感じです。多分41度ぐらいじゃないかなと思います。すごく温まりそうな温泉です。温泉から湧き出たお湯がこのように屈斜路湖に流れているようです。屈斜路湖の出口まで行くとかなりぬるめにはなっていますけれども、それでも35、6度はありそうな感じです。そして硫黄の匂いがかすかにして若干鉄分を感じるような匂いもします。すごい湖ですね。ここはこのロケーションの露天風呂で無料というのはかなりすごいと思います。これから釣りに行こうと思っているので、ちょっと今は温泉に入れないんですけれども、後で余裕があれば温泉に浸かりたいと思います。キツネかわいい。藻琴山から見た屈斜路湖、腰水高原。ここら辺に見えるのがオホーツク海です。このオホーツク海の右手にある山々が知床半島で、私が去年の冬流氷を見に行った斜里町や羅臼岳も映っています。観光をがっつり楽しんだので、屈斜路湖のそばの川で2時間ほど釣りをしてみます。今日もスピナーというルアーで釣ってみます。綺麗な水のところでめっちゃ釣れそうです。今追ってきてた。今度はミノーという小魚に似たルアーを使って釣ってみます。来た、釣れた。これは多分アメマスという魚ですね。釣れた。バイバイ。よし、釣れた。よし、ちょっとちっちゃいですけどアメマスが釣れました。はい、じゃあね。来た。やった、釣れた。お釣れた釣れた。なんだこれ、ヤマメ。小さいニジマスが釣れました。来た。おお、やばいやばい。まあまあでかい、まあまあでかい。よいしょ、釣れた。多分ニジマスですね。ニジマスが釣れました。25、6センチですね。ありがとう。来た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 。やった。いや、ちっちゃい。これもニジマスですね。さよなら。この場所めっちゃ釣れますね。来た。おお、来た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 。入れ食いだ。釣り堀、ああ外れた。釣り堀状態。入れ食いです。北海道来た甲斐があった。やっとコツがつかめました。来た来た。あーバレた。またバレた。マジで入れ食いだ。やば、すげえ釣れる。来た。おー釣れた。あーバレた。時刻は19時21分。まだまだ釣れそうなんですけど、結構暗くなってきたんでこれで終了したいと思います。7時25分の段階でこれだけ明るいんで、夏の北海道はまだまだ楽しめますね。本州でこんなにマス系の魚が釣れるということは普通の川ではほぼないことなので、すごい楽しかったです。石原さんにコツを伺って本当に良かったです。もし北海道で釣りをされる方はこういった熊よけのスプレーですとか熊よけの鈴、私は2個つけました。あとはこのウェーダーというこの長靴ですね。胴まで長い長靴をつけていただければ、いろんな川でこういったマス釣りができると思います。かなり重装備ではあるんですけども、ニジマスやアメマス、いろんなマスの魚が釣れましたので、これから夏にかけてかなり楽しいかと思います。まだ太陽が残っているので、先ほどの露天風呂に行ってみます。お昼に来た無料の露天風呂なんですけど、僕以外誰もいないようなので入ってみたいと思います。一応街灯が1個だけあるので真っ暗にはならなそうですね。そしてまだ太陽もギリギリ残ってるのでなんとか入れると思います。実はこの屈斜路湖はこの辺りの土ですとか砂地のところを掘り返すと5、60センチも掘ると温泉が出てくるそうで、もうそこら中温泉だらけのようです。温度が下がってないか確認してみます。めちゃくちゃ暖かいですね。全然問題ないですね。入ってみたいと思います。この男性用の脱衣所を使うのが結構怖くはあるんですけど、こんな感じでちょっと怖いです。まあしょうがないですね。はい、温泉に入ってみましたね。あったかい。こう野趣あふれる温泉、源泉みたいな感じなんですかね。人的な感じなんで、下が砂利なんですけど、そこの砂利のところがすごく熱いお湯が次から次に湧いてて、足を砂利につけてるのがかなり厳しい状況です。でもすごくいいお湯です。めちゃくちゃあったかいです。北海道でこんな秘湯に入ると思いませんでした。この温泉を独り占めって結構贅沢ですね。本当に北海道に来てよかったです。はあ
すごい気持ちよかったです。帰りのフェリーは小樽発なので、屈斜路湖から360キロ、5時間以上かけて札幌に向かいました。途中ギターの飛沢さんに会って熊スプレーをお返ししつつ、一緒にスープカレーを食べました。チキン野菜のスープカレー。結構辛いけど美味しいですね。ごちそうさまでした。今回は飛沢さんの熊スプレーがなかったら同等の旅を楽しめなかったので、急遽お借りできてありがたかったです。小樽港に着きました。北海道の滞在は10日間。私の少し早めの夏休みが終わります。帰りの便はせっかくなので船室を一つアップグレードすることにしました。今回の乗船券は 19,530 円でした。これは往復割引が効いた値段になっています。で、行きと同じ船室だとつまらないなと思ったので等級変更しました。1600円プラスで、鍵付きの個室の部屋になります。早速部屋に行ってみます。この一番端だ。4213、ここですね。これにこれをかざせばいける。紙に印刷された QR コードをカメラに合わせて鍵を開けます。開きました。開くのか。こんな感じですね。いい感じ。テレビ付きでちゃんと個室になってる。ちょっとリラックスできますね、やっぱり個室だと。あと全然広いですね。ここに作業机もあるんで、ここでパソコン作業することも可能です。ちょっと硬いですが椅子もあって、ライフジャケットが入ってます。下はこんな感じで何もないんですけれども、ここがテーブル代わりに使えるのはいいですね。電気をつけて、テレビもつきました。ベッドのサイズはセミシングル、おそらく60センチだと思います。やや狭めなんですが、とりあえず1泊2日の旅なんで問題ないかと思います。そして天井も2メートル以上はあると思います。なので圧迫感を感じることはありません。ドアなんですが、鍵付きの個室ではあるんですけど、このように下とうっすら横、あとは上が少し隙間が空いています。これはちょっと理由がわかんないですけど、でもとりあえず鍵はかかりますんで、快適に過ごすことができそうです。サンダルを履いています。この方がお風呂上がりと何かと便利です。午後5時に小樽港を出港しました。新潟への到着は翌朝9時15分。これから16時間の船旅です。名残惜しいですね。北海道楽しかったな。あっという間の10日間でした。次はもっと長く滞在したいと思います。新潟港に着きました。運転でそれなりに疲れていたのでひたすら爆睡してしまいました。新潟から東京練馬インターまでは約4時間6920円で移動できます。今回の北海道すごく楽しかったので、機会を見つけてまた行きます。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。